皆さん、ちょっと過ぎちゃいましたが、新年明けましておめでとうございます。このチャンネルを今年も引き続きどうぞよろしくお願いします。で、今回の動画はこの前ちょっとの間日本に帰っていたので、その日本までの旅の様子をお届けしようと思います。ヒースロー空港でのラウンジの様子やブリティッシュエアウェイズの機内の様子を動画にしてますので、ぜひ最後までご覧いただけますと嬉しいです。今回はブリティッシュエアウェイズで羽田までのフライトなので、ヒースロー空港のターミナル5にやってきました。私が乗る便はこの11時50分発の羽田行きです。フライトまで3時間弱時間があるので、ラウンジに行ってみます。はい、気を取り直してブリティッシュエアウェイズさんの公式ホームページからラウンジの情報を見ることができます。ブリティッシュエアウェイズは JAL と同じワンワールドグループに所属していて、ターミナル5の出発エリアからはこの4つのラウンジにアクセスできそうでした。その中でも広そうなサウスクラブラウンジというところに今回は行ってみます。私実はヒースロー空港のラウンジに一人で入ったことがなかったので、今回かなり緊張しております。ここのサウスラウンジはファーストクラスラウンジと一般的なラウンジの2種類がくっついていて、私は一般的なラウンジの資格しかないのでこちらに向かいます。ラウンジってエスカレーター登りがち。クリスマスの衣装をしたお馬さんが出迎えてくれました。無事に入れました。安心。ここのサウスラウンジのギャラリーズっていうところは日本でいう桜ラウンジみたいな感じで、席数も多くてその分人もたくさんいます。私日本に住んでいる時はそんなに頻繁に海外旅行も行かないのでマイルが全然溜まってなかったんですが、駐在への帯同を機にイギリスに来る際、旦那さんの会社がビジネスクラスを提供してくださったこともあって一気に昇格することができました。で、ここからはラウンジのご紹介を。ここには新鮮な果物とヨーグルトが置いてあります。スムージー含めたフルーツジュースと焼きたてのパンもたくさんあります。イギリスのおかゆポリッジもあります。さて、ここからがメインディッシュ、ザ・イングリッシュブレックファーストという感じのメニューが並んでおります。飲み物には赤ワインや白ワインもあって、つまみには安定のチップス。ここにはいろんなリキュールやウイスキーなどを置いてあるので、自分でオリジナルのカクテルも作れちゃいます。もちろんコーラやスプライトのノンアルコールも。コーヒーや紅茶を入れられるカフェスペースもあります。紅茶はトワイニングスのいろんな種類が置いてます。コーヒーはこんな感じ。今気づいたけどホワイトコーヒーって何？ホットチョコもあります。私は食い意地が出てしまって、さっきのイングリッシュブレックファーストの盛り合わせと焼きたてクロワッサンと紅茶をいただこうと思います。ソーセージもぶっとくて全部とっても美味しいです。こんなシャンパンも見つけちゃいました。朝10時だけど飲んじゃえということで入れすぎちゃってチェイサーも用意してます。お腹いっぱいかつほろ酔いで時間なのでラウンジを後にします。入り口で各ラウンジの混み具合も見れたみたいです。だいぶ早いけど絶対に乗り遅れたくないので早めにゲートに行きます。ヒースロー空港かなり広くって、こういう電車みたいなやつに乗らなくちゃいけない場合もあるので早めに出て正解かも。実は今回は1年以上ぶりの一時帰国で、アナウンスが日本語で聞こえた時にもうすでに安心感。私は今回はエコノミークラスで帰りますが、ビジネスクラスはこんな感じで広々としてます。機体は343列の大きい機体。機
体の後方部に2列になっているところがあって、今回私はそこの窓際の席を取りました。座席の枕はこうやって立てて変形することもできて、クッションも一人一つあります。他にはモニターを見る時のイヤホンとブランケットもついてます。エコノミーなので足元かなり狭いですけど、隣のブリティッシュおじさんの方が確実にきつかったと思います。なんかわかんないけど壁との隙間が広め。さて、13時間半の旅が始まります。たくさんのジャンルの映画もあるみたいなので、機内で見るのが楽しみです。こういう機内の案内動画も航空会社の個性が出てて面白いですよね。 BA さんは結構普通でした。遅れるかなって思ってたけど定時出発できそうです。イギリスとは3週間ほどお別れになります。この日はザ・イギリスな感じの超曇天。この天気が恋しくなる時も来るのでしょうか。飛んだ。長距離フライトだったので通路側の方がトイレが楽かなと思ったんですが、窓側は景色が見れるのでやっぱりいいですね。テムズ川とロンドン中心部の街が見えてきました。目を凝らすとロンドンアイやタワーブリッジ、金融街のカナリーワーフも見ることができました。早速暇になったのでミッションインポッシブルを見てみます。トム様がかっこよかったです。離陸1時間後、スナックと冷たいドリンクが出てきました。このスナックは BA の定番のプレッツェル。さあ来ました。1回目の機内食。選択肢はクリスマスターキーはベジタブルパスタということで、迷いなくクリスマスターキー。薄切りのお肉やポテトが入ってます。またビスケットやバター、これなんだったっけな、忘れちゃった。あとはデザート系があります。勧められるがままにワインも頼んでしまいました。このワインは何回でも蓋ができるタイプだったのでありがたいです。ターキーのお味はまあまあだったかな。隣の人はターキーおかわりしてて、おかわりってできるんですね。ラズベリー系のデザートだと思ったらルバーブのサラダでした。まさかすぎる。でもまあまあ美味しい。横のおじさんがなぜかキットカットくれました。ありがとう。うたた寝しつつもミッションインポッシブルを見終えました。ということでしばらく寝ます。おやすみ。なんだかあんまり寝れずすぐ起きちゃいました。今どの辺かなって思ってみたらまだトルコの上。全然進んでない。今寝ないと時差ボケが辛くなるので頑張って寝ました。けどこれ以上は無理そうだったので一旦また映画タイム、バービーを見てみます。始まりがなかなかパンチ強い感じでしたけどすっごい面白かったです。機内が真っ暗な中アイスが配られました。眠れなくて辛かったメンタルがちょっと癒され、また味は濃厚バニラでとっても美味しかったです。この辺から空が若干明るくなってきました。いつの間にか中国上空、あとちょっとです。機内も電気がついて朝食タイム。寝ぼけた時に CA さんが来てくれて、とっさにイングリッシュブレックファーストを選択。カレーにするべきだった。まあでもこれでしばらくイギリスを恋しくなることはなさそうです。今回の長旅はちなみにこういうルートで日本に来ています。結構ロシアのスレスレの南を通ってたのがびっくりしました。着陸の1時間前くらいになると日本が見えてきました。この山の景色がすごく懐かしいです。遠くには富士山も見えて日本気分。イギリスに来てから1年以上経って生活にもある程度慣れてイギリスの良さもたくさん分かってきていたんですが、やっぱりこの日本に着陸した時のホーム感と懐かしさと嬉しさはとっても半端なかったです。
帝国通り羽田空港に到着。ブリティッシュエアウェイズさんのエコノミークラス、結構快適で長距離でもそこまで辛くなかったです。では久しぶりの日本滞在楽しもうと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。少しでもいいねと思っていただけましたら、高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。次は羽田空港での JAL のファーストクラスラウンジの様子とプレミアムエコノミーの機内の様子をお届けします。お楽しみに。